色変更は Photoshop で画像編集をする際、最も基本的なテクニックの一つです。その方法はたくさんありますが、今回は初心者の方でも簡単なおすすめの方法2つを紹介していきます。こんにちは、パパです。さて、今回は Photoshop で色を変える方法をやっていきます。色変更は Photoshop の基本的なテクニックではありますが、現場でもよく使う大切なテクニックです。その方法は本当にたくさんありますけれども、今回は Photoshop 初心者の方に向けて簡単でわかりやすい、そしてよく使う方法を2つピックアップしてご紹介していきます。今回のこのチュートリアルは皆さんの Photoshop にもある実践チュートリアルという機能で実際に手を動かしながら勉強することができます。動画概要欄にある URL をクリックすると自動で Photoshop が開きチュートリアルが開始することができます。素材の準備とかも必要ないのでぜひ復習に使ってみてください。それではやっていきましょう。はい。それではですね、早速やっていこうと思うんですけども、今回使うのはこのリンゴの画像ですね。このリンゴの画像は Adobe Stock というですね、Adobe が提供するフォトストックサービス、写真素材の、サイトですね。からダウンロードをしている無料素材になります。Adobe Stock の使い方とかまた要望があればやろうと思いますので、もし気になる方がいたらまたコメントで教えてください。はい。それではですね、まず今回は色を変えていく方法なんですけれども、2つですね。まずは流れなんですけれども、簡単に言うと、このリンゴの部分を選択します。これはちょっと今適当にやるので真似しなくていいんですが、こうやってリンゴの部分を選択範囲を作ります。そして、その部分の色を変えるっていうイメージですね。これをやっていきます。ではですね、まずは選択範囲作ってみましょう。今回使うのはここの一番左側、ツールパネルと呼びます。ツールパネルのクイック選択ツールを選びます。もしかしたら人によってはクイック選択ツール以外になっているかもしれませんが、そういう時はここを長押しすると、はい、いろいろありますね。クイック選択ツールが隠れているので、クイック選択ツールを選びましょう。そしてこの上の部分ですね、オプションバーと呼びます。この部分ですね、ここでこの丸の大きさ、そして硬さ、ブラシとかでもよく使いますね。硬さが選べます。はい。ただあんまりオプションバーでやることはなくて、ショートカットキーを使うので覚えておきましょう。オルトキーを押しながら右クリックをして、そのまま左右で大きさ、そして上下で硬さが変わります。こっちの方が早いので、これでやっていきましょう。Mac の場合だと、ちょっと、このショートカットキーは違うので、気をつけてください。なので、大きさ、特に指定はないんですけど、まあ、これくらいの大きさにしときましょう。そして、クイック選択ツールで、このリンゴをなぞっていきます。はい。こんな感じですね。クイック選択ツールはこのように似た色の部分を自動的に選択してくれるすごく便利なツールです。この辺もですね、選択したいので少し小さくして、はい、こんな感じで選択します。で、ちょっとはみ出ちゃってる部分とかもありますね。はみ出てる部分はオルトキーを押すと、このマークですね、アイコンがマイナスになります。プラスからマイナスになります。このオルトキーを押してマイナスの状態でドラッグすると、はい。選択範囲が削れますね。こうやってはみ出した部分は直していきます。まあ今回はざっくりこんな感じにしましょう。ちょっと上の方が気になりますね。はい。これでリンゴの選択範囲ができました。この状態で、ここ、レイヤーパネルと呼びます。ここにレイヤーってありますね。これレイヤーパネルと呼びます。で、レイヤーパネル表示されてるとは思うんですが、もし、私のレイヤーパネルないけどっていう時はですね、まあ基本的にレイヤーパネル以外もそうなんですけども、自分が表示されてないパネルとかがあったら、メニューバーのウィンドウからですね、必要なのをチェックするとパネルが出てきます。例えばレイヤー、今チェック入ってますけど、レイヤー一度消しますね。レイヤーパネルがなくなりました。ウィンドウからレイヤーを押すと、はい、レイヤーパネルが出てきます。はい。ちょっと脱線しましたが、では色を変えてみましょう。選択範囲を作った状態で、レイヤーパネルのこのマークですね。月が半分に割れているようなマーク。これは調整レイヤーを作るアイコンです。調整レイヤーについては詳しく解説している動画がまた別にありますので、気になる方はそちらをチェックしてみてください。チェックしなくても全然できますので大丈夫です。はい。では、この調整レイヤーですね。色を変えたり明るさを変えたりする特殊なレイヤーのことです。この中からいろんなのがあります。明るさを変える、明るさコントラスト、レベル補正も明るさを変えます。トーンカーブも明るさを変えますし、色を変えるカラーバランスだったり、白黒にする白黒とかいろいろあるんですけど、今回は色相サイドというものを選びます。
はい。ここに新しいレイヤーができました。調整レイヤーというレイヤーですね。それと調整レイヤーの横にレイヤーマスクができてますね。マスクについてもですね、別の動画があるので、よければこっちを見てください。簡単に言うと、このレイヤーマスクというのは黒と白で表現されます。黒は隠れている部分、白は見えている部分を表します。今この形ですね、白くなっている形。これ何かというと、さっき作った選択範囲の形をしています。まず選択範囲を作って、その後に調整レイヤーを作ると、その選択範囲が反映されたレイヤーマスクが作られた状態の調整レイヤーができます。ちょっとややこしいですね。すごく平たく言うと、選択範囲を作って、そして調整レイヤーを作ると、その選択範囲の範囲の中でしか効果を与えないような調整レイヤーができます。はい。ちょっと分かりづらいので実際にやってみましょう。それではこのプロパティパネルですね。色相サイドの調整レイヤーを選択した状態でプロパティパネルを見てみると、その色相サイドという特殊な効果を与える調整レイヤーの細かな調整ができる画面が出てきます。色相、色味ですね。サイド、色の鮮やかさ、明度、明るさですね。色相サイドでは主にこの3つの項目を変えることができます。では、この色相ですね。色味の部分です。これをスライダーをずらしてみましょう。はい。はい。こんな感じで色がどんどん変わっていきますね。色味が変わっていきます。はい。この時よく見ると、リンゴは色変わってますけど、手の色って変わってませんよね。これはこのレイヤーマスクの効果が効いているからですね。このリンゴの部分にだけ効果を与えてくださいっていう意味で白くなっているので、リンゴの部分しか効果が反映されません。なのでこの状態で青リンゴのような色にしてみましょう。これが個人的にすごく代表的な色変更のやり方です。もう一度ちょっとやってみますね。今度はちょっとサクッとやってみます。まずこのリンゴの色を青リンゴみたいにしたいと思った時に、色を変える前にまず選択範囲ですね。色を変えたい部分を選択範囲を作ります。今回はクイック選択ツールを使っています。クイック選択ツールはドラッグすることで似た色の部分を選択することができるツールです。はい。選択ができたら、この選択範囲ができている状態で、レイヤーパネルのこの下のアイコン、調整レイヤーのアイコンから色相サイドというものを選びます。すると、プロパティパネルに色相サイドの調整ができる画面が出てきました。色相は色味のことなので、色味を変えてあげるとスライダーをずらして、このように色が変わります。はい。こんな感じですね。さて、ではこのままですね、もう一つ色を変える方法をやってみようと思います。今回は調整レイヤーではなくて、描画モードというものを利用して色を変えてみようと思います。ではですね、まず今作ったこの調整レイヤーのこの左の目玉のマーク、これをクリックすると、レイヤーが非表示になります。もちろんリンゴの目玉を消すとリンゴも非表示になります。はい。なのでリンゴだけを表示させた状態にしましょう。そしてまたレイヤーパネルの下、このアイコンです。これは新規のレイヤーを作るアイコンですね。まだ何も入っていない空っぽのレイヤーができました。では今度のやり方はすごく直感的なのでなんとなくイメージがしやすいと思うんですが、ツールパネルからブラシツールを選びます。これですね。ブラシツールじゃなくて他のものになっている場合は長押しすると出てきます。はい。そしてツールパネル下の2つの四角、この左上ですね。これが塗る色になります。この塗る色を青リンゴっぽい色にしましょう。で、OK。そしてブラシの大きさも整えましょう。もちろんオプションバーのここからですね、直径っていうのは大きさのことです。直径を変えることもできますし、硬さを変えることもできますけれども、ショートカットを使いましょう。オルトキーを押して右クリック、そして左右で大きさ、上下で硬さを調整します。ここも決まったサイズはないんですけれども、だいたいこれくらいですかね。これくらい塗りやすい大きさにしましょう。硬さもですね、90% ぐらいですかね。これくらいの大きさでリンゴを塗っていくんですが、このまま塗るとですね、どうしてもフリーハンドだと微妙にはみ出しちゃいますよね。はみ出さないように塗るにはどうすればいいかというと、ここでも選択範囲を作ります。今回はクイック選択ツールではなくて、もう一度ここでリンゴの選択範囲作ってますよね。この選択範囲を活用しようと思います。コントロールキーを押しながら、このレイヤーマスクのサムネイル部分をクリックすると、はい。一度作った選択範囲が蘇りました。これはレイヤーマスク以外でも同じで、レイヤーのサムネイルをコントロールを押しながらクリックすることで、そのレイヤーにあるものの選択範囲を作ってくれます。ちょっと勘違いされやすいんですけども、例えばこういう画像で同じことをしても四角いできてしまいます。
背景が透明でレイヤーにこれだけある状態で使うとこういう選択範囲ができます。では話を戻して、今は先ほど作った調整レイヤーのこのレイヤーマスクですね。この選択範囲をコントロールをしながらクリックすると同じ選択範囲ができましたというところです。この状態で、この新しく作った新規のレイヤーを選択している状態で、緑のブラシですね。で、塗っていくと、はい。このように選択範囲からはみ出すことなく、リンゴを塗ることができます。ね、お絵描きとかをする方にはすごく便利ですよね。僕は絵描けないんですけど。そしてリンゴを塗り終わったら選択範囲の解除をしましょう。これは本当に僕たちでもよくあることなんですけども、忘れがちなんですけれども、選択範囲を残したままですね、次の作業に入ると、その選択範囲の中でしか処理ができなくて、あれってなることがよくあります。なので、選択範囲を作って何かの処理をしたら、選択範囲の解除をするのを忘れないようにしましょう。もうセットで覚えてしまいましょう。選択範囲を作る、処理をする、選択範囲の解除をするですね。選択範囲の解除はメニューバーからでもですね、この選択範囲っていうところであるんですけれども、これも本当によく使うので、ショートカットで覚えましょう。コントロールプラス D です。はい。コントロールプラス D で選択範囲の解除がされます。さて、リンゴを緑に塗りましたけれども、とても自然とは言えない状態ですよね。ここで登場するのが描画モードです。描画モードはブレンドモードとも呼ばれることがあって、レイヤーパネルではこの部分です。今、通常ってなっている部分ですね。上のレイヤーを様々な特殊な方法で下のレイヤーに合成することができて、いろんな種類のある描画モードなんですけれども、描画モード一つ一つの理屈は難しいので覚えなくて全然大丈夫です。大体こんな感じになるなと思っていただければ問題ないです。もしどうしても気になる方がいればですね、ググっていただいてもいいですし、僕が出している本にも詳しく載ってますので、よろしければ参考にされてください。はい。ちょっとさらっと宣伝をしたところで続きをいきましょう。ではですね、全然馴染んでない、リンゴの緑ですね。緑のリンゴをこれ馴染ませて、ちゃんと合成していきましょう。今、ここの通常となっている描画モードを、いろいろあるんですけれども、カラーというのが下から2番目にあります。これに設定すると、はい。こんな感じで描画モードをカラーにすると、この色の情報だけを下のレイヤーに重ねることができます。ちょっと緑が毒々しかったですね。ちょっと今回は OK としましょう。はい。流れとしてはこんなところなんですけど、これもですね、ちょっともう一回だけやってみますね。同じ状態に戻します。はい。じゃあこの状態からスタートということでいきますね。それではまず新規のレイヤーを作ります。ここですね。レイヤーパネルのこの部分。ポチッと押したら新規のレイヤーができます。そしてブラシツールを選択し、ブラシの色をこのツールパネルの下の左上の四角形で決めます。そして塗っていくんですけれども、このまま塗るとはみ出しちゃうので、選択範囲を作ります。選択範囲、最初の1つ目の方法みたいにこのクイック選択ツールとかで作ってもいいんですけれども、1つ目の方法で作ったこの選択範囲を活かして使いましょう。このレイヤーマスクの部分をコントロールを押しながらクリックすると、このレイヤーマスクの選択範囲がまた表示されます。この状態で緑に塗っていくと、選択範囲の内側でしか塗ることができないのではみ出すことがありません。そして大事なことですね。選択範囲を作って何か処理をしたら選択範囲の解除を忘れずにしましょう。コントロール D で選択範囲の解除をします。はい。で、この状態だと全然リンゴを塗っただけなので、今度はここ、通常と書いている描画モードと呼ばれる部分をカラーにします。はい。カラーにすると下にあるリンゴの質感とかはそのままに色の情報だけが合成されました。これが簡単に色を変える2つ目の方法になります。今回は分かりやすくリンゴを使ってやりましたが、同じやり方でいろんなことができるので試してみてください。はい。というわけで色を変更する方法を2つご紹介してみました。今回は調整レイヤーの色相サイド、そして描画モードのカラーを使った方法を紹介しましたが、冒頭にも言ったように色を変える方法は他にもたくさんあります。それぞれ特徴や使う場面が変わってきたりもします。また別の方法は今度動画にしようと思いますので待っていてください。今回のチュートリアルは動画概要欄にある URL をクリックすることで Photoshop が自動で開き実践チュートリアルで試してみることができます。ぜひ自分の手でやってみて復習をしてみてください。それでは今回はここまでになります。ぜひチャンネル登録、高評価をして次の動画を待っていてください。それではお疲れ様でした。